どうもこんにちは、ホビーチャンネルむさしです。今回はダウンロードしたモデルをエレゴーマーズ3で印刷し、パレフォで色をつけてみようと思います。パレフォでの筆塗りは初めてでしたが、とても楽しいものでした。光造形プリンターの楽しみ方の一つとしていかがでしょうか。印刷の注意点なども紹介しますので、最後までご視聴いただけたらと思います。モデルのダウンロードですが、ターボスクイードという 3D モデルが購入できるサイトがあり、ロイヤリティフリーで色々な値段のモデルが販売されています。この中から今回は値段もフリーなミノタウロスをダウンロードして印刷しようと思います。画面をスクロールしてキャラクターをクリック。左上のプライスからフリーを選択。フリータグのついているものの中から目的のモデルを探します。あらかじめサイトへの登録が必要ですが、メールアドレスを入力するくらいです。目的のモデルが見つかったら、クリックして詳細画面からダウンロードボタンをクリック。さらに、モデル STL リンクをクリックするとダウンロードが始まります。ダウンロードが完了したら G2box に取り込みます。かなり大きなモデルが取り込まれました。回転で向きを変えたらスケールで大きさを調整します。今回は 60% くらいの大きさにしてみました。続いて空洞ボタンをクリックして内部を空洞にします。空洞にしておかないと内部が二次硬化せずに柔らかいままで、時間が経つと液体成分が表面に滲み出てきてベトベトになることがあります。また空洞にしておけばその分レジンの節約にもなります。続いて底面に穴を開けます。内部を空洞にした場合、どこかにレジンの逃げ道がないと中にレジンが閉じ込められたままになってしまうので、どこかに穴を開けておく必要があります。穴を開けるとなぜか開けた部分が周りに飛び散るので、選択して出るキーを押し削除しておきます。サポートツールタブからサポート材を付与します。底面から見たときに赤くなっている箇所がサポートが必要なところです。サポートを確認し、足りないところは足し、不要なものは削除しておきます。自動で付与したサポートで唇の内側にサポート材がついており、印刷後に成形しづらそうなので削除しました。代わりに唇の外側にサポート材を追加しておきました。サポート材の修正が終わったら元の画面に戻り、スライスボタンをクリックします。スライス断面を確認していきます。空間に突然造形物が出現するような箇所があると 3D プリンターではうまく出力できません。確認できたら保存ボタンをクリックして保存します。保存したデータを USB メモリにコピーしてプリンターから印刷するのは通常と同じです。印刷できたら超音波洗浄機などを使って残留レジンをよく洗い、サポートを外していきます。サポートが外れ、よく乾燥できてから UV ライトで二次硬化させます。使用しているのはエレゴマーキュリーです。サポート材を外してから二次硬化させた方が UV ライトが表面によく当たると思います。さて、色塗りですが、先に艶消し黒で塗装しておきました。
今回ファルフォで塗装しますが、シタデルでよくやられているように、黒下地から徐々に明るい色に変えて塗っていこうと思います。ファルフォは初めてで特性がよくわからなかったので、まずは金属でできた胸像をイメージしたシルバー仕上げで塗り味を確かめてみようと思います。1回目の塗りです。水で薄めすぎたように思いましたが、これで正解でした。何度も上にシルバーを重ねていくと、飛び出た部分により色が乗ることによって陰影が生まれ良い感じになっていきます。だいたい色が乗ったらドライブラシの要領で少し湿ったくらいの筆を撫でつけて色をのせます。彫刻を強調するためにかなり水で薄めた黒を塗っていきます。間隔はウォッシングになります。ジャバジャバ塗っていきました。これだけで完成になりますが、かなり見栄えの良いものになりました。もう一体印刷し、今度は色をつけていこうと思います。茶色の下地として春レッドを塗ります。下地なので、ベタっと塗ってしまって OK です。続いて、たてがみ部分の下地にレッドを塗っていきます。角は下地に白を塗っておきました。細い筆に持ち替えて細かいところを塗っていきます。体部分の2色目としてフラットブラウンを塗りました。光の当たりそうな出っ張った部分を中心に塗っていきます。たてがみの2色目としてアマランスレッドを塗りました。これも光が当たりそうな出っ張ったところを中心に塗っていきます。濃いめの塗料からだんだんと水で薄めて塗り重ねていきます。たてがみの3色目。ハイライトとしてフラットイエローを塗りましたが、いささか塗りすぎてしまいました。黒を水でかなり薄め、体部分の奥まったところを重点的に塗り、陰影を強調しておきます。たてがみ部分は黒と赤を混ぜたもので色味を落ち着かせます。フラットイエローをドライブラシの要領でたてがみにすりつけ、光が当たっている感じを出します。ブラウンを混ぜて再度落とした白で、白すぎる角の色を落ち着かせます。
まだちょっとたてがみが黄色いので、水でかなり薄めた赤で色を整えました。筆が当たって余計な色が乗ってしまった箇所を修正しておきます。イヤリングらしきものはブラスで塗っておきました。最後にかなり薄めた黒で調子を整えて完了です。初めてにしてはよくできたのではないでしょうか。このような陰影がはっきりした造形物とファレフォでの黒立ち上げ塗装だと私のような素人でもそれなりに塗れるようです。台座は簡単なものをモデリングしてみました。3D プリンターで印刷し、色はファレフォの黒をベタ塗りしました。台座に接着剤で固定して完成になります。皆様もお好きなモデルをダウンロードして楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンやコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。